はい、皆さんこんにちは。今日もクラウド3始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お盆だね。お盆です。もうこっちは何もお盆感全くないから何も実感ないけど、そもそもお盆の文化って、そっちある？ない。ないよね。もうないというかもうわかんない。俺の生活ってもう、毎日1年通してなんかお盆に近いような感じだからさ。どういうことだよ。もう毎日にほぼ変化がない、スケジュールに。ああ、そういうことか。もう繰り返しってことか。ルーティーン。そう、だから別に日本だったらお盆で休みとかあるじゃん。ああ。そういうのが俺のその生活にはさ、ないから。ああ、なるほどね。そう。あんまイベントごとには無頓着というか、そんな感覚がある、自分の中で。なんか一応なんとなく世間はお盆で、どことなくちょっと人少ないかなって感じはするかな。あ、そうなんだ。店のお客さんの入り具合とかもやっぱ変わってくる、全然。なんかちょっとあるよね、やっぱりね。あ、でもね、ここはね、ここら辺の土地はおかげさまで家があるとこだから、なんかこう、おじいちゃんおばあちゃんとか、お母さんお父さんとかがこう帰ってくるついでにこう人が溢れるから。あ、そっか。なんかこう、オフィス街とか、多分そういうところが人があれなんじゃないか。まあでもそうだよ。水木のお店、グッドグリーンスイングだっけ？場所はさ、ニコタマのさ、ツタヤのもう隣接してる場所だから、場所はもう申し分ないというかさ。いや、いいのよ。そう。だからおかげさまで、そう。でもね、雨予報だったのよ。この金土日は。で、金土は晴れたの、おかげさまで。で、今ちょうど、今日収録が13日日曜日だけど、やっと今この時間で雨が降ってきた。だから、でも台風来るね。あ、台風来てるんだ。すごい世間話から始まっちゃったね。全然いいでしょ。だってもう、俺が普段生活してるのと、水木が普通に生活してるのでやっぱ全然違うからさ。っていうかさ、そもそも天気ってそっちってずっと暑くて、ずっと晴れ？インドネシアは基本的に多分2シーズンで、レインのシーズンと、サマーシーズンみたいな感じだから、今は夏、暑い時期だから、もう雨が逆に一切降らないから、俺6月1日かなんかにインドネシア来てから、一回も雨見てないかもしれない。マジで？ほんと雨降んない。ただ、雨のシーズンになると、毎日決まって1時間とか2時間、めっちゃ大量の、スコールみたいな感じで雨が降る。それは、じゃあ、夏でカラッとした暑さが続く何ヶ月と、雨が、さっき言った雨の降り方がするシーズンが何ヶ月か続くってこと？そう。すげえ、面白いね。面白いよね。だから、やっぱ日本の冬の雪ってやっぱ貴重で、こっちの人たちはもう、雪を見たことない人が多いから、やっぱり日本に行くなら雪を見たいっていう人多いよ。あ、そうなんだ。多い。面白いね。確かに、言われてみりゃそうか。ちょっとなんか今度そういう文化の違いみたいな話もしていきましょうか。いいね。全然違うからね、やっぱり。そうだよね。全然違う。ギャップもありそうだし、その話は日本にしかいない俺からしたらすごい面白いな。そうだよ。なんか、俺はもう、タイ、インドネシアって結構長く住んでるからさ、なんか最初驚いたことももう当たり前になってるから、そうだよね。そう。日々の驚きが少なくなってきてるけど、これ多分改めて話したら、そうなのってこと多分多いと思うからね。ありそう。おかげさまでまたネタができましたね。そんなこんなで、南部の、サッカー史というか、今、移籍歴みたいなところを振り返るっていうところから、第1弾があって、今日が第2弾に当てたいと思うんだけど、前回は一番最初のチームに1年いたんだよね。カタール富山に1年。カタール富山に1年いた。その時が年齢で言うと22、大卒1年目だから22、23になる年。23年だね。で、次24の年になって、2チーム目に移籍すると思うんだけど、そのチームの話をちょっと掘り下げていこうかなと思ってます。OK です。じゃあ、チーム名とか、
在籍年数だったりとかをチーム名はブリオベッカ浦安っていうチームで、2年間そこに在籍して、カテゴリーは JFL っていうカテゴリーになった。あ、じゃあ、下がった。そう。J3 のカタール富山っていうところから1個カテゴリーを下げた JFL。あ、そういうことか。J3 から JFL に下がったんだ。そう、JFL に下がった。俺さ、その違い全くわかんないんだけどさ、JFL ってどういうあれで、J3 とのなんか違いとかってあったりする？いや、基本的な大きな違いっていうと、JFL はもうセミプロみたいな感じになるかな。そう、もちろんチームによっては、そのプロ契約として、所属してる選手もいるんだけど、基本的に大まかに分けると、もう、JFL までがもうセミプロ。で、J3 からがプロみたいな感じになる。そうすると、もう生活自体が変わってくる。そうだね、JFL の選手は基本的にやっぱ仕事しながらサッカーやってる人がもうほぼだから、もう働くんだ。そう、働いてる人がもうほぼほぼ。ああ、それがセミプロってことね。そう、例えば、JFL って企業チームもあるから、車のホンダとかさ。はい。そのホンダ FC。そうとか、ソニーの企業のチームのソニー仙台っていうチームだったりとか、そういう企業チームもそこに属してるから。なるほど。それはじゃあ明らかにセミプロっていう言葉が合ってる。そうだね。だからそういう風な振り分け方になるんじゃないかな。なるほど。J3 のカターレ富山の時には、南部はプロとしてお金をもらって、サッカーで飯を食った。そう。今回のブリオベッカ浦安に関しては、じゃあ実際南部も働いてたんだ。働いてたよ。まあサッカースクール中心だったけど、午前中練習した後、午後はもう働いてたね。そこら辺ちょっと詳しく聞きたいんだけど、どういう風なスケジュールでどういう内容だったの？働き方としては。練習と働き方と試合は。確かね、練習普通に9時とか10時ぐらいから2時間ぐらいやって、で、昼飯食べて、で、午後、スクールなり。俺はスクールだったけど、各選手それぞれ自分たちの仕事行って、っていう繰り返しかな。それさ、仕事って決められた仕事をするの？なんかチームの中でなんかね、チームの中で、チームが斡旋してくれた仕事？企業か。やってる人はいた。だから、例えば、ソフトバンクで働いてたりとか、あとは、ガソリンスタンドで働いてるとか、あとそのクラブのスポンサーの、水道管だっけな、その水道の仕事したりとか、選手によって違うけど、本当にいろんな、普通に正社員として会社に勤めてる人もいたし、もちろん時間は短くなっちゃうけど、サラリーマンみたいな感じで、本当いろんな選手それぞれって感じ。それは新しい、また世界に足を踏み入れたね、南部自身が。いや、そうだよ。だから、いろんな発見があったし、いろんな衝撃もあったし、またそれはそれでいろんなもの見えたけど。正直、こっちから見ると、シンプルにプロ選手から一つカテゴリーが下がったことによって、なんか少しこう、なんだろうな、落ちちゃった感じがするのね。そこら辺ってさ、どういう風に南部は捉えたの？いや、もうそれはシンプルに、カテゴリーが落ちるってことは、ストレートに言えば落ちたわけだから、それはもうそういう風に捉えてよ。自分はそこに落ちたな。1個カテゴリー落とすってことは、自分は落としたなっていう風に捉えてたよ。なるほど。じゃあもう働くことももちろん許容したし、その中でまた上がっていく。そう。ただ、一番最初に浦安と契約した時に、ちょっといろいろあって、移籍の契約。そう。今でも考えるだけ結構イラッとするんだけど、いろんなことがあったからさ、全部話す長くなるからすごいこう短く短縮して言うと、その富山からじゃあ浦安に入りますってなった時に、そのね、チームのスタッフのある方とこう連絡を取り合ってて、じゃあその富山の時に所属した金額と、ほぼ同等で、プラス、アルファでじゃあ仕事をして、そのお金でじゃあやりくりするっていう契約で話を進めてたわけよ。で、富山の時にそのプロ契約っていうので、
結ばしてもらってたから、うん。浦安に入っても、じゃあそのまま同じ契約で、プロ契約で、チームに所属させますねっていう話でこう進んでたの。うん。そう。で、結局じゃあ、契約書にサインしに行きますって言ったら、うん。もう言ってた約束が全部丸々なかったことみたいになってて。ほー、すげえな。プロ C 契約っていう風に契約書に書いてあるんだけど、もうプロとしての契約内容じゃないわけよ。うん。金銭的なところが。そう、金銭的にも。で、ちょっと待ってくださいっていう風にして、これいろいろ事前に話してたのとちょっと違うんですけどって話をしたら、なんかまあ、一言、なんか、大人の口約束なんか合ってないようなもんだから、みたいな。ことを言われたわけよ。おー、すごいね。で、結局、もうその時、自分はもう他の、正式オファーってわけじゃなかったんだけど、他にじゃあ練習参加来てくださいとか、興味持ってくれてるチームあったけど、俺はもうブルーバックに入るって決めてたから全部断ってたの。そう、だから今更そこに帰れないし、で、その契約内容について、じゃあ自分でもう一回話しようと思ったんだけど、もう、権力というか、もうそのなんか、なんていうかな、足元見られちゃってるからどうしても。だから、俺一人の力で、やっぱ話が通じないわけ。そう、だから、その時、当時、今で言う代理人、まあ、仲介人は、誰でもいい、誰でもこの仲介人として入ってもらえるっていうのがあったから、自分の父親を入れようと思ったんだけど、まあ多分そういう父親に入っちゃうと、まあ、そのね、多分そのチームにとってはあんまり良くない状況になったのか知らないけど、まあその場は設けてもらえず、だからもうクラブの言いなりになって、最初はやるしかなかった、みたいな。はあ。なかなかスタートから入り口がなんか、あれだね、山あり谷ありがありそうな。でもね、これ結構難しくて、なんかさ、まあ、どうしても俺もカテゴリー落としてるっていうのもあるし、変にこう物言うと、謙虚じゃないとか、そのチームはお前を拾ってあげてるんだぞとか、なるほど。だってお前そもそもプレイする場所がなければサッカーできないんだぞっていうふうには言えるわけじゃん。そう言われちゃえば、もう正直そこまでなんだけど、俺はそこのチームでプレイするのが1年間するっていうのを決まってるから、そのスタートの入りの時点で、それだったのは、俺は一気に信頼なくなった。なるほどね。正直。確かに。マジそう、別にその金銭的にじゃあ少なかったとか、そのじゃあ結果的に内容がちょっと変わってたとかあるかもしれないけど、そこはやっぱ人間関係だから、お互いいい話ができた上で、そうなればまあ、自分もある程度こう、一歩引ける部分があったかもしれないけど、その一番最初の時点での、そのなんかその、人を悶着じゃないけど、それは自分の中ではかなり、なんかこう、マイナスから入ったイメージが今もすごく残ってる。なるほど。かなり感情的になってるのもよく読み取れるね。いや、本当はマジでもって言いたい。けど、もうだから、これ言うんだったら、もうラジオじゃなくて、直接本人とかと話したいから、そうだね。それはもう我慢していく。なんかちょっとここはこれで収めといて、ぜひ聞きたいリスナーの方は、南部とアポ取ってもらって、ぜひ、多分その時の南部はかなり激情して何でも話してくれると思う。いや、もう一個あるんだけど、じゃあ今この流れからもう一個全然止まんねえな、悪口が。悪口が全然止まんねえじゃん。ちょっと待って。悪口って言うと語弊あるから。真実を話してるだけだから。そっか。そうだね、ごめんなさい、失礼しました。これは真実の話だもんね。そう。別にね、悪口じゃなくて、あったことを話してるからだけだから。そうだね。俺は別に愚痴言ってるつもりはないからね。オッケー。失礼しました。俺もじゃあ、それでちゃんと聞く赤裸々にね、赤裸々にあったことを聞ける。そう、ただあともう一個、自分の中では、もう、今もなお、納得いかないことがあるんだけど、結局そのチームには2年所属して、1年目が終わったタイミングで、その次の契約があるかないかって話をするの。契約更新みたいなやつ？そう。で、その時に、じゃあ、いろいろ話をして、じゃあ、次もじゃあこのチームと契約しようと思ってますっていう話は俺もして、で、じゃあそのクラブも、じゃあ、残す方向で考えてますっていうところからいろいろ詰めていくわけよ。そう。で、そもそも俺1年目そんな出れてないし、別に自分がチームとしての戦力に慣れてたとは思ってないから、別にそんなに強気に、もう現実的な話しかしてなかったつもりなの、自分は。そう。で、それを踏まえた上で、じゃあいくらぐらいの、金額が欲しくて、で、こういう風な仕事がしたくて、
こういう風にチームと関わっていきたいですっていう話を自分なりに投げかけたつもりだったんだけど、で、それが1対1のそのチームのオーナーと俺の面談だったの。なるほど、なるほど。だから別に俺の中では普通のこの大人の会話ができて、じゃあ一回あっちはその健三が話したことを持ち帰って、チームともう一回話し合って、後日またその結果を俺に話すねっていうところでそこで終わったわけ。なんか嫌な予感しかしないね。その日の夜にもう正直その時の監督から電話かかってきて、いきなり出た瞬間にうらーみたいな感じ言われて、てめえヤクザかよみたいな。てめえ何クラブ脅してんだよみたいな感じ言われて、で何が起きたか全然わかんなくて、でももう話ができない状態だったの。もう俺の意見なんか、俺の話なんか聞いてくれなくて、まあ45分ぐらいブワーって喋られて。まあとりあえず、まあお前はその契約に対して、クラブが出した契約内容に対して、お前の意見なんか言える立場じゃないだろっていうことだった。そう。ただ、その俺が伝えたことは、その試合には大して出れてなかったかもしれないし、結果も出せてなかったけど、その、いつも練習の中の紅白戦だったり、練習試合、自分が当たられた場所で、結果を残すっていうのは、公式戦で結果を残すのと同じ評価を俺らはしてるから、常に準備しろっていう風に言ってもらってたから、俺はもう毎日、今15年ぐらい毎日日記書いてるんだけど、そこに自分が何点取った、何アシストして何分出たっていうのを全部1年通して書いてたの。だからそれを数字化して、その面談的に自分は練習試合で何点、紅白戦で何点、で、公式戦で何分出場して何点、で、勝敗は何っていうのを全部伝えたわけ。そう。だからその上で、だからこれをこういう風な契約にしてくださいっていうのを伝えたの。そう、そしたらそれが納得いかなかったらしくて。なるほどね。そう、45分ぐらい、まあ、すごいいろいろ言ってきて、で、さらにびっくりしたのが、その日の夜かなんかにチームの納会みたいなのがあったの。そう、で、行くじゃん。そしたらある先輩が、そのみんながいる前で、お前さ、チームの人にいくら要求してるらしいじゃん、みたいな。で、こんな話したらしいじゃん、お前やばいな、みたいなこと言ってきて。筒抜けだった。で、全部当たってるわけよ、俺が話したことと。なんで知ってんのみたいな感じになるじゃん、こっちは。俺は1対1で話してるのに、まあ、その電話かかってきたその時の監督が知ってるのはまだわかる。でもなんで選手がそれを知ってて、で、選手はなんでその場でみんながいるところで、俺の契約の内容の話をするのって思う。ひでえな。で、びっくりして。そう。で、そんなことあるんだと思って、もう、何も言えないじゃんっていう。なんか一つ言ったら何倍も返ってくるから、もう大人の会話もできないんだっていうのを、その時感じてたのは、もう今でも忘れられない。村社会だね。すごいびっくりした、本当に。なるほど。その二つがある中で、この1年目を聞くのは相当怖い。まあでもね、まあそれが特に、印象に残ってることだけど、まあそのなんか、そこに行ったからこそさ、いろいろ分かったこと、見えたこととかさ。それこそ、さっきの話にも出てきたように、JFL のブリオベッカ。で、1年目、そういう風な契約、そういう風な始まりをしたと思うんで、まあそれで、試合には出れなかったみたいなところがあったと思うんだけど、そういうこう試合の部分みたいなところで、ちょっと掘り下げてもらっても。まあ1年目はほぼ出れなくて、で、出場試合は18試合出たの。試合数は。ただ、総合時間で言うと、6試合半ぐらいしか出てなくて。で、俺、8試合連続のベンチ外とかもあったから、もうほぼ試合にはそう、ベンチにも入れない。みたいな。8試合連続で。ただ、前回のそのカタール富山の時にも話したんだけど、1年目自分がカタール富山辞めて、浦安に入って、そこで多分自分イップスだなって気づいたのがそこだったの。そう。で、まあ、知ってる仲間もそこのチームに何人かいたし、もう一回自分の頭をリセットして、もう一回サッカーと向き合うために、ここがベストだなと思って、そこでプレイすることを決めたんだけど、いざ蓋開けてみたら、もう、前回も話したように、頭で思ってることはあるんだけど、体が動かないみたいな。そう、だから結構、昔から俺のこと知ってくれてる人とかは、なんかキレ落ちたねとか、大学卒業する前の、その検通のプレイと全然違うとか、なんか昔はもっと良かったんだろうな、みたいなこととか結構言われたわけ。そう。ただ、自分でもそれは分かったの。動かないんだよ、体がマジで。特に1年目は。で、やっぱそれをさ、昔の俺のパフォーマンスを知ってるスタッフが多かったから、で、そのスタッフも俺の昔のイメージがあるから、その時の基準で俺にいろいろ言ってくるから、そう、だから、その時のパフォーマンスに満足いかないのは当たり前なわけ。でも自分でも分かってるから。そう、ただ、それを、いつもお前の課題はメンタルだって言われてたの。
うん。お前は技術とかあるけどメンタルが弱いから、うん。パフォーマンスが良くないみたいに言われてたんだけど。へー。いや、それはもう自分でも分かってるんだけど、俺のメンタルは、メンタル強い弱いとかじゃなくて、もう自分がこのイップスになってる状況が気づいたから、メンタルどうこうじゃなかった、その時は。なるほど、なるほど。動かない体がマジ。あの時はね、ほんと不思議だった。その、イップスの状態っていうのは、なんかこう、具体的に話すとどういう感じなの？まあ、それを別に病院行ったわけじゃないし、それが 100% イップスだったかどうか分かんないよ。前提として。ただもう、本当が動かないんだよね、なんか不思議。なんか、だからなんかもう、ボールが来て、いざシュートみたいな時にも、シュートがこう、打てないみたいな、変なとこ行っちゃうみたいな、そういう。とか、やっぱなんかこう、周りを、なんか常になんか周りを気にしちゃうとか、なんかこう、なんて言うんだろうな。周りの目を。そう、だから自分の、で、受けたら、何すればいいのかなみたいな、なんかこう。なるほど。そう。とかなんかこう、なんか逆に、何すればいいか教えてくれないと何やればいいか分かんないとかなんか。マジか。なんかほんと自分でも分かんなかった。なんでこんな状態になってんのみたいな。すげえ。それはなんかすごいこう、面白い。南部の性格を知った上で聞くと、なお面白いね。ただそういうのは、まあ、自分で分かってたからこそ、もう絶対にそれを見せたくないなって思ってた。なるほど。今だからそういうこと言えるけど、その時にじゃあ周りに、俺ちょっとそういう感じなのかもとか、多分一切言ってないし、そういう自分のその弱みみたいなのを見せたら終わりだなと思ってたから。ただ、今だから話せるとしたら、本当にマジで動かないみたいな。なんでみたいな感じだった。それが、もう1年の、移籍して最初からイップスだったんだよね、状態としては。最初はでもね、ちょっとやっぱ楽しかった。環境が変わったっていうのもあるし、新しい、ね、昔から知ってる人とかもいたから、最初ちょっと1週間、2週間ぐらい、なんかこう楽しかったけど、J リーグのチームと、一番最初に試合った時に、もう、カッチコチみたいな、なんか、みたいな、何これみたいな。そう。で、結局そっからもう多分ほぼ、試合出てもなんかこう、なんだみたいな。感じのことが、まあ、ほぼ1年続いて。まあ、じゃあ、逆に言うと、そりゃベンチ外だよな、ぐらいな感じなの、半分の理解から。そう。だから、その時は本当もうさすがに JS3 で出れなくて、で、JFL にカテゴリー落として、で、ベンチにも入れなくて、もう働いた方がいいでしょっていうのは、マジで自分の身近な人にめっちゃ言われた。うわー、そうなんだ。めっちゃ言われた。その働いた方がいいでしょうっていう身近な人っていうのは、そのサッカーやってる人やってる人やってない人も含めて、だからもう金銭的にも JFL とか厳しいし、まあ自分でそうやって J リーグに行けて、JFL やって、もういいんじゃないみたいな。そう、それだったら、自分で仕事探したりとか、サッカー以外のことした方がいいんじゃないかなみたいな。だからもう自分のレベルも分かったでしょみたいな。なるほどね。違う道の促しがあったんだ。あった結構多かった。すごい。じゃあそれは確かにこのカタール富山の1年目とは違って、2年目は相当、いろんな感情の起伏があった年だったんだね。そうだね。だから、そのカタール富山の1年目もそうだし、その浦安1年目も、まあ俺の中では結構すごいこう大きな2年というか、苦しいことの方が圧倒的に多かったけど、そこをなんかこう超えれたからこそ今があるみたいな。なるほど。その超えれたっていうと、1年目に試合は全く出れなかった南部が続いて、2年目もブリオベッカーに所属すると思うんだけど、そこら辺から何かこう兆しが見えてきた。っていうのは、ちょっと前回も話したんだけど、自分の中で、これとこれとこれさえクリアできれば自分がこのぐらいのパフォーマンス出せるなっていうのが大体こうあったから、変にっていうのかな。結構自分のことを肯定して考えてたから、別に焦んなくても大丈夫かなっていう変な自信はあった。周りはそういうふうに思ってるし、実際にそういうパフォーマンスは出せてないけど、今だからそういうパフォーマンスは出せてない理由が自分の中には分かってたから、そこさえクリアしちゃえば、もう全然問題ないだろうなっていうのは分かった。なるほど。なんか一発であって、試合も出れないんだけど、変な焦りみたいなものはなかったってこと？いや、今思えば、当時は多分めちゃくちゃ焦ってたんだろうけど、ただそれを焦ってるなりに、なんか客観的に自分を見れてる自分もいた。
ああ、なるほどね。まあ、今時間が経ったからっていう部分もあることも含めてね。あとはなんかこう、浦安は周りが本当に選手がいい人ばっかで、そうで、本当先輩も含めて、居心地がいいというか、良くも悪くもなんだけど、それは。そういう周りの人の助けもあったかな。ああ、なるほど、なるほど。そう、今も、こう連絡を取ってる、俺の一個上の、よく電話来るんだけど、上松陽ってやつがいるんだけど、その人がもう入った初日から声かけてくれて、いろいろこう気にかけてくれたりとか。その人は今でもどっかでサッカーやってるの？今同じチーム、そのブルーベッカーっていうチームでサッカーやってるんだけど。あ、ずっとやってるんだ。そうそう。あと俺のベルディのもう大先輩10個上ぐらいの、その清水光也くんっていう先輩がいて、今こう、どこだっけな。大谷翔平の高校、どこだっけ？岩手かどっかの。岩手。のサッカー部の監督やってる方なんだけど。監督やってるんだ、すごい。そう、その人とかが本当に、まあ、サッカー面もそうだし、食事の魚の食べ方から何から挨拶の仕方、人との接し方とかもめっちゃいろいろ教えてくれたし。なるほど。そういう場所でもあったんだ。そう、だからそういうのも含めて、あともその周りの地域の人だったり、その、スポンサーの人だったり、めちゃくちゃ優しかったし、街の人もそうだし。いや、そういうのにめちゃくちゃ助けられてたから。じゃあすごくこう切り取ったところは、その契約だったりとか面談のところとか、そのスタートはすごくいろいろ悪かった部分もあったけど、総合的にこうチームみたいなところで見ると、結構救われてたところというか、なんだ、良かったところっていうのは相当あったんだ。あった。やっぱり人に助けられたなってめっちゃ思う。なるほどね。ただ、本当にそれって、サッカーって難しくて、いい人たちが多ければ勝てるっていうわけじゃないから。なるほど。結果的に2シーズン目で俺ら降格しちゃうんだけど、その降格した理由がいくつか俺3つぐらいあるかなって自分の自己分析で思ってるんだけど、なるほど。その中の一つに、いい人すぎたっていうのもあるんじゃないかなと思ってる。チームがね。なるほど。そしたら、その話をすごい聞きたいから、2つ目、3つ目は、まず2年目がどういう風な南部の中での2年目だったのか聞いてからね。まず2年目、もうこの1年で浦安辞めるって決めて1年スタートしたの。で、もう自分が思い描いてるサッカー人生を今後送るとしたら、環境にこだわらなきゃいけないなと思ってて、で、自分がなりたい自分になっていくためには、ここのチームにいたらもうそこまではたどり着けないなと思ってたから、この1年しっかり自分で、まずはプレーして、で、シーズン終わった後にチームを離れようと思ってた。なるほど。そこから、そのイップスみたいなところとか、試合に出れないみたいなところでいくとどう？2年目はね、そのイップスみたいなのはもう多分ほぼ克服できてた気がする。あ、そうなんだ。もう、スタートからそうだね。もうほぼなかったかな。そのイップスが開けて、まあ、解決策は自然と、なんかこう、クリアになったのかわからないけど、そこら辺はどうだった？イップスがこう、自然と抜けた感じ？それとも、何かきっかけみたいなのがあった？なんか自分の中で、もうこのチームを1年で辞めるって決めて、吹っ切れたっていうのが一番大きかったかもしれない。なんかその、1年目は自分が多分 J3 で、全く出れず、JFL のチームに行って、もう後がないっていう状況で自分に対してのプレッシャーもかけすぎてたっていうのも多分重なってると思うの。そう、でも2年目の時はもう、ここで1年かけてもう無理だったら別にサッカーやめればいいや、みたいな感じで思って逆に開き直ってたから。すごい。なるほど。そう、で、いろいろ監督とかもなんかこう、言ってくるしちゃったけど、別に監督に好かれるためにサッカーやってるわけじゃないし、別になんと思われてもいいやって思って、どうせやめるしみたいな。なるほど。なるほど。いいね。なんか南部らしくなってきた感じがすごい伝わってきた。そう。で、それでなんか、結構スッキリした感じはあるかな。そうすると、もういつの間にかそういうイップスみたいなのがスーッと抜けてて、2年目からっていうのは、もう試合はもう出れてた。そうだね。2年目は全試合出たかな。30試合出てたから。すごいね。相当大きな切り替わり。やっぱり本当に1年目が相当だったんだね。確かにあの時は。なかなかな1年だったね。そのじゃあ2年目はもう本当全試合出場だって話してたけど、それによって降格まで行ってしまったところなんだけど、すごくなんかこう、思い出に残ってるところだったりとか、何かこう、出来事はある？一番思い出残ってるのは、シーズンが終わる3、4ヶ月ぐらい前に監督が変わったわけ。シーズン中に監督の交代。そう。で、新しく来た監督が、俺がベルディジュニアユースっていうところで、
所属した時の、その、お世話になってた恩師みたいな方が来てくれたの。あ、監督としてね。そう、監督として。で、俺その監督俺が高校生の時とか中学校の時めっちゃ怖かったから、俺マジ嫌だったの。マジかよ、みたいな。めっちゃ嫌いな子が来たわ、みたいな。マジかよ、ここで再会かよ、みたいな感じだった。そう。ただ、やっぱ蓋開けてみたら、やっぱさ、その時はさ、子供に対してね、指導してるわけじゃん。その、柴さんって方なんだけど。でも、ブリオベッカであったのはもう大人対大人の対応になるわけじゃん。もう俺も成人してるし。だからやっぱその指導とか、その、仕方がやっぱ違ったわけ、育成の時と。へー。で、そこで初めて、その柴田さんのその芯の強さというか、あ、こんな人だったんだ、みたいな。あ、なるほど。感じのことが見えて、で、そっからその最後の3ヶ月、4ヶ月はもう俺この柴田さんのためだったら、何でもするわ、みたいな。だから柴田さんのために試合を勝たせたい、柴田さんのために残留させたいっていう気持ちだけでやってた。すごい変わり方だね。びっくりした、自分でも。へー。マジでこの人のために試合勝たせてあげたいっていう風に思った。それってなんかこう練習中とか、練習以外のところでも相当こうコミュニケーションとか積み重ねるところがすごく大きかった。なんかね、俺、なんかそんなに、選手と近い距離感で、いっぱいコミュニケーションを取るっていう感じはなかったんだけど、なんか俺が見てて、あ、信頼できるな、とか信頼したいなって思ったのは、こう、なんかこう、ミスしたりとか、試合負けちゃったりとか、うまくいかない時に、その誰が原因かっていうのをこう探すっていうよりも、うまくいかない時こそなんかどっしり構えてる感。一番だって悔しいのなんか監督に決まってんじゃん、正直。だってもう準備の段階とかも、あ、こんなに準備してくれるんだ、みたいな。JFL でプロでもないチームなのに、あ、こんなにいろんなこと準備して自分の寝る時間も削って、こんなチームのためにやってくれるんだっていうのは分かったし。その準備のとこは例えば、もう朝何時なんだろうね。もう4時5時とかにもう来て、家出て、で、早く着いて、で、いろんな、だから相手の試合、次の試合の相手のビデオを何試合も見て、で、その選手の、特徴を、高校時代の知り合いとかがもうほんと何でも昔の人、いろんなこと情報を聞いて、どういう性格で、どういうプレイしてとかを細かくスカウティングするわけよ。すげえ。聞いててもすげえわ。そう。で、練習のアプローチの仕方とかも、もう本当に柴田さんが今できること、あとそのチームがそこにお金使える範囲、多分すべてチームを勝たせるために、いろんなこと犠牲にしてやってくれてるわけ。で、結果なかなか出なかったんだけど、その時に、なんだよみたいな感じを一切見せたことなくて。なるほど。常にどっしり構えて負けた後も、もうしょうがないから、もう次に向けて今からいい準備しようみたいな。これ当たり前なんだけど、そういう表情に一つ出さずに、やるべきことを常に一個一個やっていく姿をもう毎日見てたから、そう。だからなんか試合勝った時にその柴田さんが笑ってくれるとか、嬉しそう、俺が点取った時に嬉しそうにしてくれてるとか、なんかそういうのを見てて、なんかほんとマジで勝たしたいと思った。不思議なぐらい。すげえ。それが3、4ヶ月の中の監督交代からの、結果的には降格をしてしまう。結果的にね。なるほど。なんかすごい1年目、2年目と、1年目ってブリオベッカの中での1年目、2年目といい、なんか結構こう、すごく感情的になれるシーンが多かったに。そうだね。その、人っていうところでもいろいろ見えた、正直。そうだよね、そうだよね。ちょっと話また左右しちゃうけど、その JFL って言うとさ、選手なわけじゃ、サッカー選手じゃなくてセミプロなわけだから、仕事しながらサッカーするっていうのはさっき話したんだけど、いろんな人がいるわけよ。俺みたいに、こっから這い上がっていこうって思ってる人が、あとはもうほんと仕事しながら好きなサッカーをその JFL っていうカテゴリーでプレイできてることが OK みたいな。なるほど、なるほど。あとは、そのチームを J リーグに上げたいって思ってる人とか、本当にバラバラだから、どれが正解っていうのはないわけよ。人それぞれ。目標が違うから。そう、ただ、やるからには、やっぱ本気でやらなきゃいけないじゃん。どういう目標だろうと。で、そこで、やっぱりこう、覚悟がなかったりとか、そういう選手はすごいこう、俺は
いるなって感じたから、あ、こういう選手がやっぱここで止まっちゃうんだなっていうのとか、あ、こういう人だったらもう一個早上がっていけるんだろうなとか、そういうのもなんか肌感で感じれた。なるほど。すごいなんかこう、だからサッカープレー面以外でも、相当実りのある2、2年ってことだよね。そうだね。あとはもう絶対にここにいるところには戻ってきたくないと思ってたから。なるほど。そこでまたちょっとこう。ブリオベッカーっていうのもそのカテゴリーね。結局次のチームもそこの同じカテゴリーのチームに行ったんだけど、もうここの、自分はここでプレーする選手じゃないっていうのは思ってたから、それを感じれた。なるほど。ただね、今ね、普通にオブラートに包んで話してるけど、マジでクソ言いたいこといっぱいある。マジで。本当に。そうなんだろうな。でも、これはさっきも言ったけど、マジで当時のその本人の前で面と向かって言いたい。でも、別にもう会いたくないし、もう会うことないだろうからいいんだけど、もう別にその人たちに会える機会があっても、その人たちに自分の時間使いたくないから会いたくもないし。なるほど。だからあんまりこう、綺麗な1、2年間にしたくもないわけだね。怒りからすると。でも、逆に言えば、なんか居心地いいとか、自分が好きな人ばっか周りに置くのって、俺はあんま良くないと思ってるから、そういう風に、そういう思いにさせてくれた人が俺にとってのキーパーソンになってる可能性もかなりあるから。なるほど。はい。そう。だから、今もそう思ってるけど、その人たちが全部俺にとってマイナスかっていうと、全然そうじゃないと思う。じゃあ2年目ブリオベッカーのリーグ戦の中で降格してしまったっていうことだと思うんだけど、それは南部なりにはどういう風に感じたりとか、どういう風に考えてた？降格した後やっぱ自分なりに要因を分析してみたつもりで、大きく分けて3つあるなと思ってたのね。で、1つ目は一体感っていう言葉が先に来てしまって、実際本物の一体感は得れなかったことと、あと2つ目が単純に個の力不足。で、3つ目が、チーム内での競争が圧倒的に少なかったこと。この3つかなとは俺は思ってて。そう、まずちょっと1つ目のその一体感っていうところから話すと、確かその年のチームスローガンかな。か、もしくは、チームとして大切にした言葉で一体感っていう言葉があったんだけど。なるほど。その1年リーグのキーワードというか、そう。言葉が一体感だ。そう、あったんだけど、振り返ってみたらの話になっちゃうんだけど、俺は一体感っていう言葉が先に来ちゃうと、本物の一体感が生まれるのって難しいんじゃないかなと思ってて。で、その時経験したことを踏まえてちょっと話すと、なんか最初に一体感って言葉が来ちゃうと、例えば10人同じ意見なのに1人違う意見だったりすると、その人のちょっと色眼鏡で見ちゃったりとか、なんかこう無意識にイエスマンが OK みたいな感じの、チーム内で風潮ができちゃったりとか、なんかそういうチーム内でのいざこざをこうあんまり求めないっていうのかな。チーム内でのいざこざっていうのはその意見の言い合いね。っていうのをこうあんまりポジティブに捉えないとか。なんかこう多数派優先みたいな感じになっちゃったり。そういい子ちゃんが OK みたいな。なるほど。そう、ただ本当の一体感っていうのは一体感を作ろうって言ってできるもんじゃないと思ってて。そう。例えばじゃあ10人イエスっていう人がいて、1人ノーっていう意見の人がいて、ただそのノーっていう人の意見もすごいこうキーワードになったり大事だったりすることもあるじゃん。そう。で、どうやって取り入れられるかとか、やっぱ時にはやっぱサッカーだから、11人でやるもんだから、お互い違う考えを持ってて、違うプレイスタイルなわけだから、時には衝突することもあるじゃん。でその衝突することに対して、ネガティブじゃなくて、その衝突したことによってさらに新たなものが生まれるかもしれないし、なんかそういうのを全体としてこう受け入れるというか、柔軟に対応できるものがあんまりなかったと思ってて、なんかあるたびになんか謙虚じゃないとか、一体感を持ってないとか、なんかそういう本質からちょっと離れた、なんかこう逃げたように捉えることが多かったかなと思って、全体的に。なるほど。そう。で、もちろん俺もその時に、言えなかったとか、自分なりの反省もあるんだけど、そのチーム全体のことを見た時に、一体感、謙虚でいろって言葉ばっか先に来て、いやどうやったら強いチーム、
本当に強いチームができるかっていうところからは目を背けてたんじゃないかなって俺は思ってる。なるほど、なるほど。で、二つ目は個の力なんだけど、これは本当にシンプルに個の力が足りなかったなと思ってて、そう、いくら JFL って言ってもさ、レベルは正直高いと思うのね。いい選手いっぱいいるし。で、その中でもう単純に、俺も含めて、個で点取れる選手、個で、守れる選手っていうのが、そこの力が足りなかった、チーム全体として。なるほど、なるほど。打開できる個の力みたいな。そう。っていうのは本当にシンプルに思ってる。なるほど。で、あと3つ目の、その競争がなかったっていうところ。チーム内での。それは本当にそれもシンプルで、やっぱこう、チームが成長していくにはさ、チームは生き物だから、やっぱこの、日々のこの切磋琢磨じゃないけど、チーム内での刺激っていうのが大事だと思うの。そう。で、その中ではやっぱさ、シーズン最初に出れない選手が、シーズン後半になったら、スタメンに定着してるとかさ、最初もう絶対的だった選手が気づいたら、ベンチにも入れなくなってるとか、それってやっぱこう、チーム内での競争があるからこその現象で、で、そういう、その、選手同士の刺激だったりとかが、やっぱこの選手個人個人の成長につながって、で、選手個人の成長がチームの成長に絶対つながると思うんだけど、その当時はもう本当に、チームが全然勝てなくてもメンバーがほぼ変わらずとか、その出れない選手がいいパフォーマンスを練習じゃ出してでもなかなかチャンスがもらえないとか、だからその出てる選手は出てる選手でこう、なんて危機感があんまりないというか、で、出れない選手もやっぱり練習とか自分がアピールする場所でアピールしてでも出れないとそういうマインドになっちゃう選手が多くて、結局出れないじゃんとか。そう。だからそういうので、そのチーム内での競争があんまり生まれず、そう、1年通してチームの成長の振れ幅が大きくなかったんじゃないかなと思ってて。なるほどね。そう、その3つの蓄積が、その降格っていう形につながっちゃったんじゃないかなって思ってるんだけど。なんか、今、この3つを、南部なりの個人の、見解で3つ聞かせてもらったんだけど、なんか、南部なりにその一体感っていう部分でいくと、なんか、南部が理想とするというか、一度これが本当の一体感なんだっていうのをなんか経験したことがあるように聞こえたんだけど、そういった経験って今まであったりする？あるの、それは実際に。やっぱあるんだ。そう。で、まず、その、高校生の時に全国大会優勝した時の経験と、あと、去年俺さ、インドネシアで優勝したでしょ？はい。その時の経験、2回あるんだけど、そう、その2つの経験を踏まえた上で話すと、やっぱりなんか、一体感出そうなんかいう話はなかったし、最初正直、個の力が強いから、結構ね、まとまりなかったわけ。それは、高校の時の話か。高校も去年も。そう。個の力はあるけど、チームの組織としてはどうかなと思ってたんだけど、やっぱりその中で、自分が思うことを、隠さず伝えたりとか、衝突をこう苦に感じなかったりとか、だからピッチ内でのことはピッチ内で終わらすっていうことができてたわけ。なるほど。そう、ただ、浦安のこと考えると、ピッチ内での現象をピッチ外に持ち込んじゃってる印象があったの。なるほどね。で、結局、ピッチ内でのことをピッチ内で、解決できてるから、お互いさ、例えばさ、殴り合いの喧嘩誰かとしましたってなった時に、その時はめっちゃムカついてるけど、終わったら結局仲良くなったりとかすることってあると思うの。珍しくないと思うの。意味わかる？わかる。それもやっぱり、なんかぐちぐち言うんじゃなくて、正面からぶつかり合った結果、そこに信頼関係が生まれるわけじゃん。なるほど。そう。で、それでお互いの良さも、こういうことなんだ。こいつはこういういいところもあるんだっていうのが見つかって、で、それで、じゃあこいつのためならこういうことしようとか、こいつができないことを俺がやってあげよう。俺ができないことはこいつにやってもらおうっていう、少し信頼関係に繋がってくると思うの。で、それいうのの本当に積み重ねで、人のために走れるとか、なんかそういうところに、結果的に変わってきて、気づいた時には一体感みたいなのがある状態になってると思うのね。てか、そういう状態だったの、その、ベルディの時も、去年も。なんか、ピッチ外で起きることの人間関係にビクビクしてしまったりとか気にしてしまって、ピッチ内が、なんかこう、政治っぽいというか、なんか人間関係優先みたいな、なんかそういう状況が、こうすごく一体感っていう言葉でまとめられてるのが南部は気持ち悪さを覚えたんだ。
あ、そう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 。なるほど、なるほど。まあ今思えばだけど、まあたらればの話になっちゃうんだけど、なんかそんな風に感じて。いや、でもなんか聞いてて、すごく南部の中では、絶対に一体感っていうところで成功体験があって、なんかそれがあったから、どうしてもこう丸くなるとか、尖ることも一体感につながるっていうところの意識があったんだろうなってのはすごい感じたんだよね。あ、そうだと思う。なんか、全員イエス、なんかいい子ちゃんだと、やっぱそういう本当に強い集団って生まれないと思うわけよ。いろんな、それぞれいろんな色があって、それをやっぱ一つの方向に向かわせたときに、やっぱいろんなパワーがこう重なって、プラスの影響が生まれると思うんだけど、なんかまあ当時の印象だとやっぱ全てなんか、何かあるたんびに謙虚じゃないっていう言葉で丸められちゃって、そう。なんか結局なんかそれは、そういう本質の部分からなんかこう目を背けて、組織を作っちゃったのかなっていう感じはする。なるほどね。まあでも、この辺の総括みたいなところは多分もう相当、まあできてると思うから、次、3つ目の遺跡について軽く触れとこうか。そのブリオベッカの次ってこと？そう。もう完全に降格してしまった、ただ遺跡を志願するってことですね、チームに対して。いや、もうそもそもそのシーズンが終わった時に降格しようが、優勝しようが、自分はここのチームはもう辞めるって決めてたから、とりあえず終わった時点ではもう辞めるっていう風にチームに話して、そうで、いろいろチーム探したね。まあ、セレクション受け行ったりもしたし、で、結局その FC 大阪っていう、同じカテゴリーだったんだけど、毎年本当に優勝争いするような、自分が、リーグ戦で対戦してみても一番強いなって思ったチームだったの。うまいなって思うチームは他にもあったんだけど、一番強いな、嫌だなって思ったチームが FC 大阪だったの。面白いね、それも。そう。で、本当になんかこう、運というか、なんか本当にいろんなこう、ものが重なって、FC 大阪声かけてくれたの。それはなんかまた次も面白そうだね、第3弾も。そう。なんかその運はすごい気になる。いや、これ逆に言ってさ、降格してしまったチームから、もう上位を争う。そして今までのリーグの経験で、一番強いと思ったところに、なんでいけるのって俺は思うから。だよね、そうだよね。そう。それめっちゃ聞きたいな。そうなんですよ。あとなんか、最後もちょっとなんか、またなんか悪口みたいになっちゃうんだけど。ちょっとなんか終わりちゃったじゃん、悪口みたいって。まあいいや。終わり方もなんか終わり方もちょっとよくわかんなくて。まあ、なんて言っても、とりあえず2年間俺はお世話になったわけじゃん、チーム。で、自分で降格させちゃったチームだから責任もあるじゃん。で、辞めるにしろ、感謝の気持ちも絶対あるわけじゃん。だったんだけど、じゃあ、リーグ降格して辞めます。で、その時もやっぱ面談があるわけよ。で、その時に、じゃあ自分はチームは今年辞めようと思ってますって話をしたら、チームは来年もいてほしいっていう風に言ってくれて、で、今年お前本当に全部試合出たし、まあ点数もその時チームの中で一番点数取ったんだけど、そういうのも評価してるから、この金額で残ってほしいみたいな。で、お前、こんな金額もらってるやつなんてこのカテゴリーでいないぞみたいな。って言われたわけよ。で、これで残らない理由があるかみたいな。でも別に俺は金額じゃなかったわけよ。ただ、まあそうなんだ。って思って、じゃあどのぐらい評価してくれてんのかなと思ったら、普通に下がってたの。下がってたの？そう。で、俺、そのチームのサッカー以外にも他のサッカースクールも行ってたのね。で、そこのサッカースクールがまあまあお金ちゃんと払ってくれるチームで、そこのスクールも辞めて、で、今、その浦安のチームのスクールやってほしいって言われたの。で、俺、結構でもそこ、お金もちゃんと出してくれるし、俺一人しかいないから、まあそれは残ったとしてもそれは難しいですって話をしてて、むしろじゃあそれに対して、お前にちゃんとそれなりのお金も払うからみたいな。その自分が俺がやってたスクールを辞める代わりに、こっちはちゃんと払うからって言われて、で、そうなんですか？じゃあこれだけ払うよって言われたのが、俺がやってたスクールのチームの6分の1の金額。
それで、うん、それで、うん、まあ辞めるって決まりました。でもまあクラブの人は、それでもちょっともう一回考えてほしいみたいな。で、もう一回こっちでもいろいろ話して、もう一回面接するからみたいな。で、わかりましたって。俺も、辞めることは決めてたけど、さっきも言ったように、ちゃんと辞めたかったの。だから一方的にもう辞めますっていうのは俺はそれ筋じゃないし、ちゃんとあっちがどう思ってるかも聞いた上で、自分は誠意持って接しなきゃいけないなって思ってたから、じゃあクラブがいろいろ話し終わった後にもう一回その面談の場を設けてくださいっていう話をしたの。そしたらじゃあすぐ話し合ってもう一回面談の場を設けるからちょっと待ってろって言われて、わかりましたって言って、そしたら急に、次の日かなんかに、ポンって連絡が入って、今日の2時間後までに対談のコメント出せみたいな。いや、いいんだけど全然。面談するって言ったのそっちだし、急に2時間後に対談のコメントわかる？わかるよ。対談のコメント出せっていうのは、それ順序違うでしょと思って。で、対談のコメントすぐ書いて、すぐ送って、そしたら2時間後に南部健三対談みたいな感じで。最後までそんな感じだったんだね。それで終わった。うわー、すげえ。面談もなく。面談もうそれで終わり。で、最後、なんか落としちゃったからいい話を終わらせたいんだけど、その俺がお世話になった柴田さんっていう監督も、その年でも辞めたのね。自分で責任取るって言って、もう落としちゃったし、辞めるって辞めたんだけど、で、俺柴田さんに最後もう会えなかったから、電話して、ありがとうございましたって話をしたの。そしたらまあ本当に、選手に感謝してるよっていう話をしてくれて、で、柴田さんがなんか、落としちゃったけど、このチームでいらない選手はマジ誰一人いなかったみたいな。すごい。言ってくれて、なんで今まで勝てなかったっていうと、練習をちゃんとできてなかったからみたいな。そう。で、たった3ヶ月、4ヶ月だったかもしれないけど、なんかちゃんと練習をさせてみたら、もう全員が絶対に成長したから、自信持って、俺がもし来年ここに残るとしたら全員残すみたいな。みたいなこと言ってくれたね。うわかっこいい監督だね。どんだけ、本来だったらさ、もう落とした選手なんかもいらねえってなる、と思ったんだけど、そうじゃなくて、そういう風に選手を見ててくれたから、いや、マジでこの人とできてよかったわ、と思って。かっこいい。よかったなんかいい話で終わって。いや、柴田さんのおかげだよ。よかった。本当だね。柴田さん、ありがとうございます。いや、本当ありがとうだよね。よかったな。なんかちょっと今回はやっぱり2年もいたから超大作になりましたね。そうだね。まあいろいろあったからね。まあちょっと待って、まとめさせていい？なんかこれさ、俺結構いろいろ言ってたし、これでもマジで我慢したもんなんだけど、本当に選手とか、その周りのその、ひねもすっていう、いつもお世話になってる定食屋さんみたいなのがあったんだけど、そこの方とか、講演会っていうその、スポンサーだよね。で、本当にいい人ばっかで、なんか今でも絶対1年に1回帰ったら行くんだけど、で本当ありがたかったの。だから、全部が全部、悪い印象残ってるわけじゃないからね。なるほど。それは入れときたかったね、確かにね。それはちゃんと入れときたかった。これはちゃんとリノにもカットしないようにお願いしようね。そう。まあ、結果的には最終的にブリオベッカー、ありがとうございましたってことだよね。そうだよ。だって、しかも、結局、どんなに嫌な人がいようと、どんなにブラックな企業だろうと、そこに身を置いたっていうのは、もう、俺の責任でしかないわけじゃん。だから、もうそこはもう愚痴を言う権利俺にはないから、だって自分で選んだ道をさ、もう何十万社っていう世界には企業があって、自分で選んである一個の会社入って、そこの愚痴を言ってるなんか、じゃあ他に自分で転職しろっていう話だから、そう、自分で選んだ以上は、もう、何があろうとそれは自分の責任だから、そこに関しては何もないんだけど、何もないし、いや、本当に周りの人にはありがとうっていう言葉一言に尽きるから。いいですね。そして、ブリオベッカの関係者の人がいれば、ぜひ聞いてくださいっていうことですね。いや、関係者だったら、そうだね。なんかまあ、直接話したいけど。やめろ、その、後者の裏恋みたいな言い方するんだ。はい、それでは今回も皆さん聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございます。クラウド3は、Twitter もやっているので、いつでも、DM やメッセージを受け付けています。はい、それでは今回も聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございます。第3弾 FC 大阪編だよ。正直何も覚えてないんだよな、FC 大阪の頃。